早速行きましょう。お願いします。どうします？もうこの状態すごいですよね。ちょっとかなり切れると、切れてますね。はい。おそうなんです。それが発端だったんですけど、多分去年、去年、美容院に春ぐらいに行って、白髪染めしていただいて、で、家帰ったら染め残しがちょこちょこってあったんですよ。で、電話したら、じゃあまた明日来てくださいって言われて、行ったらまた次の日も全染めされたんですよ。2日続けて。で、それから1、2ヶ月した時にこれが発覚して、多分どっからか毎日アイロンもするので。今もうアイロンされてる感じ？今日はしてないです。今日はしてない。でもそんなに癖があるわけではない。もともとは癖なかったんですけど、多分言わけ癖ぐらい癖が。なるほどね。なので、もう雨が降ったりするともう全部パヤパヤいろんなところが。短いですね、上。伸ばしてる最中なんですか？そうですね。ここは大事に育てたいですね。で、数ヶ月前から、髪質改善の病院にちょっと行くようになって、まあ、こういう風にしてください、ああいう風にしてくださいって言われながらをやってはいるんですけど、少しは良くなった方なんですよ、これでも。なるほど。オッケー。これ一回ちょっとシャンプーしてみないとわかんないかな。シャンプーしてみて、どんぐらいのあれがあるかっていうんで、手触り、何をするかをそこで決めましょう。はい、お願いします。もうすべてお任せで。ありがとうございます。綺麗にしましょう。はい。OK です。じゃあまず軽くプレシャンでいきましょう。プレシャンでどうしようかな。ちょっととりあえずホームカラーを毎月してるんでしたっけ？これ先週の月曜日に染めてもうこの状態なんで、週1でリタッチだけはしてるんです。週1リタッチ。なるほど。毎週日曜日に決めて。はい。なるほど。多分ダメージ原因の1位はそこでしょうね。ちょっと1回でもシャンプーしてみましょうね。ごめん、1回後ろ移してください。まあトップの切れ毛ですね。ブリーチ経験はないですよね。ないです。ブリーチ経験がなくてここまで傷むっていうのは何かしら理由があると思うので、まあ週1のセルフカラーはおそらく原因の一つの、特に上一番塗りますもんね。そうです。気になるからね。で、一応時間を守るようにって、まあそうですね。そこでも言われて。確かに切れ毛とかもありますね。よし、一回、プレシャンするんだけど、プレシャンだけだと、せっかくの時間もったいないんで、プレシャンで、まず髪質改善の第一歩ですね。リトルの美薬でチェンジリンスして、で、乾かして見てみましょう。でもすごい艶はありますね。すごいいい感じなんで、ちょっとそこをどんぐらいできるか、一回見てみましょう。はい、お願いします。お疲れ様でした。プレシャン終わりました。何もついてないです。ミストも何もついてない。トリートメントもついてない状態で、とりあえず一番最初にすることは弾力チェックです。襟足周辺。わかりますかね、この超弾力ある感じ。そんなにダメージがある感じじゃないですね。本当にやばい人はここでグニャンとなります。毛先の方に行っても、こう、いきますよ。こう、弾力ある感じ。なんなら、毛先の毛先もあるから、そんなダメージ気にならない。よし。確かに表面の方がダメージ負ってる感はありますね。でも弾力はある。弾力ありますね。ってことはなんか施術はできると思うんですけれども、まずきしみパサつきはありますね。はい、そこがどんぐらい改善されるかっていうのと、あとはちょっとうねり見ます。乾かしてただただドライするだけでうねりを見て、もし矯正系のメニューが必要だったらちょっとご相談しましょう。はい、もしトリートメント、加熱系のトリートメントとかだけでいけるんであれば、それはそれでいいかなと思うんで、ちょっとそれは乾かしてから。はい、お願いします。よし、何もつけずに乾かします。はい、乾かし終わりました。練りですね。練りによるざらつきがやっぱ結構気になるかな。こうしてですね。だからこれを多分アイロンで伸ばすのと結構負担がかかってんじゃないかなっていうのはあります。結構広がりますもんね、何もしないと。広がりますね。だらっとしてますしね。パサパサで、娘にもすごい乾燥って。厳しい一言を。かなり厳しい。お隣に画面にチラッと映るかもしれないお嬢さんに。そうですね。もともとヘアオイルとかつけるのすごい嫌いでつけなかったんですね。で今は行った時にちゃんとつけた方がいいって言われてつけるようになったよ。本当にここ数年やっとつけるようになったぐらいで、アイロンはもう毎日します。なるほどです。やらないとこの細かいのが落ち着かないので。ですよね。はい。
了解です。ストレートします。はい。はい。で、結構ダメージ的に、ちょっとカラー怖いかな。本当ですか？だからまあでも根元のリタッチを週1でやってると思うんですけど、はい、今日から1週間後に根元リタッチしてほしいかも。今日から1週間。うん、そうそう。なんでちょっといつもよりペースが、今日何曜日だ？水曜日。次の日曜きついな。今日でカラーはなし。の方がいいかもしれない。うん。その代わり、めっちゃツヤツヤサラサラにします。それで、はい、特にこういうちょっとザラつきとかを取ってあげた方が、アイロンしなくなって、まあ、しなくなることはないんだけど、する回数が減れば、ダメージ少なくなるかなと思うんで、それでいきましょう。毛先、もう意外に大丈夫だ。これも本当にこう一周このくらいから白くなってて、全部枝毛だよって言われて、枝毛カットをその時に行くたんびにしていただいて、そしたらどんどんなくなったってやつですよね。そうですね。で、そのまま伸ばしましょうって言われて。はあ、ですね。はい。ちょうど一周短い髪の毛が綺麗に。ちょうど一周ですね。なんで、ここはいい感じにやります。ここだけちょっと別でいきます。じゃあ準備します。はい。はい。じゃあ薬剤。すいません。連チャンですいません。今日これが最後です。発表前最後です。開発中の宿毛矯正剤を使います。発表できてたら概要欄に薬剤の詳細書かせていただくんで、まず根元、中間、毛先10センチがこっち。毛先10センチまでの根元から中間までがこちら。で、表面の毛に関しては結構怖いんで、この毛先の薬で根元からいって、表面の毛先は外します。最後、コーミングで伸ばすぐらいにしますんで。はい。そんな感じでいきましょう。ほい。さあ、どうなるか綺麗にはなるんです、絶対。断られたらどうしようと思いながら。そんなことないですよ。断られたら娘がやるって言ってた。娘がやる。今日ここで来たけど、ちょっと無理そうですねって言ったら、お嬢さんがやる。白くする。それ、いや、面白いですね。新しいパターンですね。に負いませんって言われたら。じゃあ私が。大丈夫ですよ。お母さんが綺麗になっちゃいますね。ちょっと、お嬢さん、今日は残念でした。いろいろ美容院を探しながら、美容院迷子にもなり、すべて迷子になった状態で。すべて迷子になってる状態。なるほどです。なかなかね、カラーもね、やっぱり頻繁にやるとね、大変ですよね。前染めは本当にやらないんですけど、もうリタッチだけはどうしても。どうしてもこの脇が出てきたら、もう気になって。気になっちゃいますよね。もう仕方ないですよ。できる限り、カラーをするのはもう仕方ないと踏んで、カラーのダメージをいかに出さないかを考える。で、まあ、カラー剤をなんか変えるとかももちろんなんだけど、カラー剤がどうこうよりも、後のケアですね。なんで、あれはおすすめです。うちだとアフターカラーホームっていうヘマチン。ヘマチンってすごいんですよ。カラー剤とかの悪い物質、残留アルカリとか残留過酸化水素とかを分解してくれって、カラーってその日傷まないんですよ、実際。あ、それは嘘だな。その日が全てじゃない。その日に傷むというよりは、そこでカラーの中身が残った状態で、じわじわと髪の内部で悪いことしてる。1週間ぐらいかけて。この1週間ぐらいをできる限り短くしてあげる。これがアフターカラーホームゼロ。商品も気になってずっとネットで見て、買いたいと思いながら。今使ってらっしゃるやつとかもあると思うから、それがね、理解のタイミングとかで。カラーホームゼロに関しては多分ないと思うんですよね。シャンプーの前にすることって何もなくないですか？ないですね。そう、シャンプー前によく濡らすじゃないですか。よく濡らして、泡状で出てくるんですけど、それを気になるところ、ダメージが気になるところ、要は今だったらトップと生え際ですね。に、こうプッシュぐらいしてなじませたら、もう簡単ですよ。本当なじませるって言っても10秒とかでいいんで。そしたらそのまま上からシャンプー。はい、そうするとシャンプーとも混ざってくれて、全体に行き渡ってくる。で、一番濃いのがその直接つけたところっていう感じなので、それはね、かなりおすすめです。ぜひぜひ。残留アルカリって髪だけじゃなくて頭皮もいじめるんですね。一時すっごい痒くなった時期があって。そうすると白髪が増える原因になるんですよ。カラーしてるのに白髪が増えてしまうのってその残留アルカリの原因だから、そこはね、しっかりとケアしてあげるといいですよ。1週間にこれだけっていうのは少し減りますかね？減ってくるかなとは思うんですけどね。それほど伸びてるとも思えないのに、もう1週間でこうなっちゃうので。やっぱ気になるからね。いいですよ、もう染める仕方ない。染めちゃって、だからその代わりケアをしっかりする。厳しい、なんか怖い美容院とか行くと、自分でやっちゃダメだよみたいな人いますよね。会ったことないですか？ないですね。なんか、そんな怖い人は。ただ、すごい、カットの時に、髪型それほど変えたくないし、切りたくないんでっていうのに、巻きますよねとか、はい巻きますって言ったら、すごい、なんかシャギみたいについてくれて、なるほど。これで巻きやすくなりますよとかって言われて、すごい巻きづらくなっちゃって。胸張って。巻きやすくなりますよ。でも、いますよ、そういう人。なんなら20代の僕そんな感じです。うわーって。20代の僕、大した知識もないのに、すっごい、なんか、大丈夫です、僕分かってるんで、みたいな感じだった。今思うとひどい。いや、分かってる、反省してる。
でお客さんに何人かね、もちろん失脚もするじゃないですか。下手から、あの人来なくなったなとかもありつつ、なんか上手くなったっていう。そこで2回染められて、はいはい、そのカットの後だったので、はそれ以来は行ってないです。あ、なるほど。そこだったんですね。そこだったじゃあちょっとあれだったんですね。通ってるとこじゃなかったってことですじゃね。ない、娘がバッジ見つけて、で、行ってよかったよって言うと、あ、行ってみる行くんみたいな。ですけど。なるほどね。SNS は難しいですね。髪質も全然違うから、悩みも違うしね。このひどくなったのどうするみたいな。どうするはい、こんな感じで根元、はい、毛先これぐらい外したところに根元、日本語がおかしい。なんて言うの？根元塗って外した毛先にこれ塗っていきますでいいんじゃないですか。正解それでいきましょう。はい、じゃあそんな感じでいきます。で、それで上は毛先の薬を根元に塗るっていう割合でいきます。前髪はちょっと怖いんでやめます。日本語不自由になった。うるさい。難しいですよね、日本語難しいですよね。何その子。勉強してください。うるさいわ。ムカつく。その掛け合いが見たかった。じゃあ行きましょう。いやー、表面怖い。いきますよ。表面が、毛先絶対外します。よし。ちょっと怖いね。さあ、楽しみにしてください。はい、時間を置きます。はい、15分。下を塗り終わって15分経ったんで、これで流します。いい感じだと思います。で、これで、シャンプー台でインフォームをつけて、表面、毛先まで伸ばしてもらいます。で、ちょっと馴染んだら流すっていう感じですね。はい、お願いします。お疲れ様でした。今んとこ完璧です。指取るの分かります。とりあえずは。さあ、中間処理って言って、ここで栄養を入れ込みます。栄養を入れ込むことによって、この後乾かしてストレートアイロンするんですけど、ここで栄養成分が全部固まってくれて、コネクタ5倍希釈に対してアクアですね。この表面ともみ上げしっかりやります。でもって、ノットのミスト、レベリン酸補給、リンコイル。よーくコーミングして、タオルでいらない水分は取ってしまったら乾かしてアイロンですね。ちょっとだけ PPT02 をもみあげと表面つけといて、あと毛先ですね。乾かしましょう。はい、じゃあ乾かし終わりました。で、ダメージが危険そうなところ、ここですね。ここと、サイド、顔周りと、全体の毛先はブローしてます。結構しっかりブローしてます。で、うねりが気になるところあたり、ここら辺ですね。この内側のこういうところはハンドブローっていうか乾かしただけですね。触ると若干水分が残って、これが一番いいパターンですね。毛先がしっかり乾いてるんだけど、根元中間が触るとひんやりする。これが、理想のドライコントロール。アイロン前のドライコントロールですね。なんで、これで、まあ一応ね、念にはネオで、温度は190でいきます。酸性なんで200度使いたいところなんですけど、ここら辺とか結構うねり強いんでね、使ってもいいかなと思うんですけど、190ゆっくりでいきます。で、サイドとこのトップに関しては、ちょっと熱入れ怖いんで、サクッとスルーでいきます。行きましょう。とりあえず、後ろはじっくり熱置きをするとして、ここら辺、サイド周辺はアイロンで攻めすぎない。でも、熱はしっかりと入れる。190度。ツインブラシ引っ張って、これぐらい、そんなに置いてるというよりは、スルーを何回か。で、プレスも弱め。よし。で、次のポジション行って、多分顔周りのダメージは完全に、セルフカラーですね。どうしても顔につかないように、後ろにっていう形でやるんで、顔周りの塗布量はどうしても多くなってきてしまうんで、仕方ないことなんですけど、それで、この薬剤の反応を、できる限りブローすることによって、アイロンのブーストがしないんですね。水分が残ってるから、癖ががっつり伸びてしまう。還元剤が弱くても、癖ががっつり伸びてしまうんですけど、そこをドライのコントロールでちょっと調整します。はい。じゃあ、後ろから借りていきましょう。まだ予断は許さないですけど、いい感じです。あとはもう祈るばかり。難易度はやっぱ高かったですね。でもこれ綺麗になったら相当嬉しいと思います。僕も嬉しい。ちょっと頑張ります。はい。あれもお嬢さんにもすごいね言わせたいですよね、ここまで来て。お住まいお近くとかですか？江戸川区。お来た。総武線です。総武線。はい。江戸川区総武線ってもう2駅しかないじゃないですか。はい。平井加工屋ですよね。はい。綺麗です。おお、惜しい。実家加工屋です。実家ないけど。平井はあれですよね、痛風鍋のお店ですよね。痛風鍋。なんかめちゃめちゃあんことかカキとか入ってる鍋のお店、有名なの。ありますよね。ありますね。行ったことないです。行ったことないですか？ないです。平井はね、あと有名な眼科がありますよね。はい、ありますね。そうです。有名なんですか？有名ですよね。すごいね、わかんないですけど。ですか？うん。行ったことない。眼科ですか？眼科。そうですか。眼科いつも混んでるんですよね。いや、すごいですよね。なんか有名、眼科ってすごい待つイメージないですか？すっごい待ちます。ですよね。なんであんな待つんですかね。待たない眼科って、いや予約制
じゃないですか。結構待ちますね。もう半日潰れます。そして。そうなんですよね。あれ何ですかね。何ですかね。なんか待たない。待ちますね。だよね。あなた待つの慣れてるの。はい。病院って待つもんだと思ってます。ああ、すごい素晴らしい。予約時間には呼ばれない。呼ばれないですよね。うん。あれね、どうにかしてほしいですよね。わざわざ行ってやってんなって。待って、直してもらいに行ってんじゃないの。なんでそんな。さすが貴族。予約時間取って行ってんのに2時間待たされたりする。僕だから眼科で一回朝起きたらなんか左目が見えなかったんですよ。はい、超焦るじゃないですか。で全然見えなかったんですか。いや曇ってるんです。なんかもうもやがかかってて、でも超焦ったんですよ。はい、でこれコンタクトとか思って、でもコンタクトが入ってないんですよ。指で触っても入ってないし、じゃあとりあえず目洗ってみるじゃない。何も変わんないんですよ。めちゃめちゃ焦って、しかもちょうどよくなんか午前中で仕事が終わる日だったんですよね。だからもうやばいと思って目見えないながら仕事する前にちょっと電話して近くの眼科を銀座で有名な眼科の予約してで5時に予約したんですよ。仕事終わって行って5時に行ったらすんごい人が待ってるんですよ。めっちゃ待ってんじゃんと思ってでももう目が見えなくて怖いじゃないですか。だから藁にもすがる気持ちで中入ったら結局じゃあちょっと検査からスタートしますって言われたのが6時半とか1時間半待ったってことですか。そう星の予約じゃないですよ。そうで6時半ぐらいから検査を開始して検査のために目薬とかさすんですでいろいろ視力検査とかしてたらなんか知んないけど先生に問診前に治ってきたんですよ。目薬入れてなんか目が見えるようになってきたんですよ。と思ってで俺はと思って先生に「どうしました?」って言われて朝ちょっと目がマジ見えなくて声曇っててあれだったんですけど今見えてきちゃいましたっつってじゃあ見ますねっつって表面傷ついてるだけですねって言われて表面傷ついただけなんですなんかコンタクトの中にゴミが入った中でその黒目の真正面のレンズが傷つくとやっぱそこに光がバーッと反射して曇るみたいな。なるほどと思って。でもそこってなんか自己修復力が強いから結構早く治るらしい。じゃあ待ち時間に自己修復力が高まって治ってきたってことですか。だからもうなんかすいませんと思って。でも原因が分かって分かってよかったです。そうだから待った甲斐あったなと思うんですけど。本当に思ってます。思ってる。待つってことは人がいっぱい行くってことで腕がいいからっていうあれじゃないですか。待ってでも目ですからね。その人に見てほしいみたいな。だからもうしょうがない。仕方なかった。美容クリニックとか遅刻すると超怒られるじゃないですか。逆に。あ、いうことです。僕脱毛行ってて、このビルなんですよ。だから2時の予約とかだと、なんか美容院の感覚だと2時ぴったしに行くのがなんかまあいいよねみたいな。いやなんかちょっと前の準備とかあったりする。2時ぴったしに行くのがいいよねと思っていつも2時とかだったら2時ぴったしとかに行ってたんですけどそしたらなんか4回ぐらいした時にちょっと怒られたんです。ぴったしに行ってですか。脱毛のですね。なんかこれ奈緒さんすいませんっつってなんか2時開始なんで2時に用意ができてないとってすいませんっつってなんか突然怒られたっていうかまあ怒られたよね。注意すいませんっつって言ってよと思って知らなくて受付が2時かと思ったら2時開始だって言われた。だから10分前ぐらいには来いよって言われて。そうだ。先に言ってほしいですよね。いやそれはねもうあれなんですよ。マジかと思ってなんかすごいそんなねこの年であんま怒られることないじゃないですか。なんかちょっとねあれでした。新鮮でした。いやなんか1日ぐらい引きずったか。怒られたらそうですか。怒られたなっつってもう次は10分でももう言い訳していい、もう一個言っていいですか。入るじゃないですか。僕麻酔するんで麻酔代を払うわけですよ。麻酔代払いました。お会計します。お部屋番号こちらですって言われてその部屋に行くじゃないですか。多分女性は脱ぐまでがちょっと長いんじゃないですか。だから部屋に僕が入ってから7、8分来ないんだよね。まあそれはいろいろ用意してるから来ないですね。なるほど。はい。で何ですか。部屋に入ります脱ぎます20秒ぐらいで終わるんだよ俺。じゃあ呼べばいいじゃないですか。用意できましたって大体扉の前にいますから。そうですよ。扉の前にいますから呼べばいいじゃないですか。あ、そうなの。そんなちょっと離れて多分扉の前で待ってますよ。頃合い見て。そうでした。大体扉の前にいますよ。マジで？だからカーテン閉まってるからわかんないじゃん。だからカーテンと扉カーテン扉なの俺が言ってる。一人部屋ですか？一人部屋誰？相部屋とかないでしょ。4つぐらいなんかセットであるところあるんですよ。だってあれほとんどお客さん女性だから僕男珍しいんですよ。じゃあもう呼べばいいじゃないですか。絶対いますから扉の前に。120杯いますから。すいません。用意できました。すいませんってマジ？呼べばいいじゃないですか。何言ってんすか。そうだったの？
あれなんですよ。脱ぐじゃないですか。上半身の日と下半身の日があるんですけど、そんな YouTube 喋っているもんな。下半身の日って、要は下だけ脱ぐんです。上は着てるんです。上だけ着てて下だけ脱いで、ベッドでこう座ってるっていう一番なんかよくもう、ですね。なんかシュールなんですよ。だからさっさとそのシュールなのに、7分ぐらいそのシュールな時間、孤独で。読めばいい。あ、そうだったんだ。施術してくれる看護師さんからすると、長門おっせえなって思われてるかもしれない。マジでやばマジじゃあ次からそうします。呼びかけてみたら。いや、だからしかもその5分間ぐらいで壁に貼ってあるポップ全部読んじゃうんですよ。だからいろんなものが欲しくなったりとかするんですよ。それが手かもしれない。それが手か。読め。いや、だって何もすることないじゃん、その5分間。そうなんです。寝転んだりとかしてないんですか？じゃあ待って。いや、まあ言うても、あの空間になんか男性がいるということ自体でちょっと引け目を感じてるわけですよ、私は。そうなんですよ。お金払ってんのに。お前、金払えば何でもいいって世界でお前よくないよ。いや、だって。マナーとかあるじゃない。どういうことですか？いやで、とりあえず、基本的に女性がお客さんのところなのに、そうなんですよ。男がいるっていう時点で、あれなのに、いや、上半身ならまだしも、下半身だけ脱いだ男が、なんか、ベッドで寝転んで待ってたら、なんか、キモくない？ブランケットとかないんですか？ブランケットじゃなくて、ガウンがあるんですよ。なんかガウンを下に、寝転んでガウン下にこうやって待ってればいいじゃないですか。ガウンを下に。いや、すごい難しいんですよ。なんか、ガウンとタオルがあって、タオル使いたいんですけど、ベッドにピシッってなってるんですよ。その上に寝ます。そう。で、ガウンがある。前が開くガウンがあって、多分女性は全身なんでしょうね。だから全部それにして、なんかお待ちくださいみたいな感じなんですけど、男は多分、毛の関係上かわかんないですけど、上半身と下半身で分けられるんですよ、日にちが。だから、下半身だけの時、上半身だけの時あるんだけど、だって、この上パーカー着てて下なしでガウンもおかしいでしょ。だから、違う、だから、お嬢さんが笑ってますよ。だから、脱ぐ。ちょっと待って。はい。こういうやつだよ、こういう。で、前開きですよね。だから違う。どうすんの？だから、前開きを前閉めないで、そのまま一枚のでっかい広げといて、寝転んで上からこうかぶせてこう待ってればいいじゃないですか。確かに。何言ってんすか？そっか。あれをそう使えばいいのか。いや、思ってますよ。お嬢さんが多分バカだな。いや、でも、だから上半身の時も広げて上にかぶせときゃいいんじゃないですか？何やってでもさ、そのガウンって、あれなんだよ。何ですか？あれなんですよ。あれって何ですか？使わないんだよ、術中。もう大体全部剥ぎ取られますよ。だから待ってる間用ですから、別にだからかけときゃええんです。待ってる間って数分の間にあれまた洗わなきゃいけないじゃん。そんなこと気にしてる。あれ？何言ってんの？かけときゃいいんですって別に。もったいないじゃん、洗うの。別に洗うの長津さんじゃないじゃないですか。どうせまとめて洗濯機に入れてんだから一枚だけで洗うわけないじゃないですか。マジ？しかもあれ多分長津さんが使ってなくてもそんな分かんないから毎回洗われてますし。だって超綺麗に畳んである状態だよ。使ってないよアピールはちゃんとしておくね。でも分かんないから一応それこういうご時世ですから洗うに決まってんじゃないですか。何言ってんすかみたいな。いや、私あなたと違って気遣いができる。違うそういうことじゃなくて普通に考えて全部洗ってますから。胃液用意します。逃げましたね。それ結構分かんないですね。待ってきゃいいのに何もできないからベッドに座って待ってるっていう絵がそうすると笑っちゃうかも。この人何やってんだろうと寝転んどけばいいのに。いや結構なんかねあれよ気配を消すぐらい小さくなってる座ってるよ。このまま座ってるのはちょっと怖いかもしれない。怖いですよね。多分お姉さんからしたらちょっと怖いですよね。座ってるって寝転んどいてくれてもいいのにってか。逆効果？だって座って待ってるって怖くないですか？上半身なら座って待っててもあれですけど下半身は。いやちょっと待ってこれどこまで流せんの？いや下半身の場合はこういうちょっとダボっとした服だからちょっと女の子のミニスカートみたいにちょっとしてんだよ。だからガウンかけたらええやん。いやだから言ったじゃんさっきもったいない。待ってどこまで流せんのか。いや P ですよ P。いやだから P。お嬢さんも超笑ってる。でもお姉さん超笑ってます。ありがとうございます。笑いを提供していただいて。理解が見るときそのことしか頭にびっくりですよ。こちらが一番びっくりですわ。いやとりあえずアイロン終わりました。かなり綺麗にはなってるんですけどこれがキープされるかどうかが肝になってきますということで乳液最近ブロムの時はシンさんの使ってます。大容量
お得です。メテオ 20%。レブリン酸とグリオキシ酸、グリ誘導体が、2液で作業するっていうのはすごくいいの。プラス、pH 調整ですね。pH が少し下がって、全体的な残留アルカリっていうのをやっぱり弱めてくれるんで、ちょっとおすすめです。塗りましょう。塗っていきますね。塗りたくなります。何が面白いのお前。俺の美容クリニック系超バカにしてくるんですよ。女子みたいに座ってるって言うちょっと。全然明日も笑っちゃうかも。思い出し笑いしちゃう。おはようございます。なんかどこを目指してるのか最近本当に分からなくなってて、何がしたいんですかっていうのをよく聞くんですけど。いや分かんないです。これマジで本当に岩崎ムカつく案件なんですけど、脱毛全20回なんですよ僕。上半身10回下半身10回っていうのやってて、あと3回なんですよ。この間なんか行ったらなんか長様みたいな感じでお会計最後の時にお肌の状態のカウンセリングってさせてもらってもいいですかって言われて、分かんないじゃないですか。はいもういいですよ。でも僕その後ちょっと保健所とか行かなきゃいけなかったから10分ちょっとしかないんですけど、あ大丈夫ですって言ってしたんですよ。そしたらなんか脱毛の抜け具合はいかがでしょうか。すごい満足できるからめっちゃ抜けてるんです全然大丈夫ですって言ったら、他にお悩みはないですかって言われて、いやちょっと悩みって言われてもよくわかんないですよねっつってでなんかちょっとなんかありますかって逆に聞いたんですよ。プロのカウンセラーさんに聞いたんですよ。そしたらいややっぱでもお綺麗なんですけど、ちょっとやっぱり年齢とともにやっぱ毛穴の開きと、あと目の下のクマとたるみとっていうのが出てきてるかもしれないですねみたいな感じで言われて、そうですか、それってどういう施術とかがあるんですかって言ったら、これは実は1月末まで福袋で全商品半額なんですって言われて、いいですねっつってで脱毛あと3回で終わってないのに、目の下のクマ取りの手術と毛穴を消すダーマペン4回っていうのを契約してきましたっていうのを岩崎に朝昨日なんか言ったんですよ。脱毛行ってなんかこう言われたから、なんかちょっとこういうの契約してきたっつってカモですやんいやマジでカモすぎる。カモじゃないいやいいお客様だと思いますけど、私からしたらカモやん。もうあと3回で終わりますみたいな言われて、こうふーってもうそろそろ池から出ようとしたのに、またこう網でこうやられたみたいな。1月ですよってやられた感じですよ。いやだってクマないからクマの手術します。クマないっすよ。はいいやちょっとありますよね。いやでもそんな私がやりたいぐらいです。クマで悩んでる人に失礼なぐらいないですよ。なんか違うんですよ。このカウンセリングルームの鏡で見るとクマがあったんです。いやめっちゃ笑ってるほらカモなんですよ。光の加減で光の加減ですね多分。多分もう絶対に脱毛の帰りとかでレジ横の商品とかを買いまくってるから、これは逃がしちゃいけないと思って多分書かれてますよ。レジ横の商品は興味をそそるためにあるんでしょ。だってありますけど、そんな毎回買う人って多分いないと思うんですよね。だってビタミン C のさなんかアプリとかね日頃から必要じゃないですかそうなんです。だからようやく2年間やったか脱毛でもうすぐ終わりそうで、じゃあもうこれからサーフィンとかも行き放題、日焼けちょっと NG なんでサーフィンとかも行き放題だと思ったら、まさかのもう1年追加された感じです。1年ですか。はいしかも今回はダウンタイム付きですだから僕YouTube ダウンタイムで出るダウンタイムで出るかもしれない顔真っ赤とかなんか目の下パンパンとか、まあいいんじゃない。美容系だしと思って。俺そう美容系だからさなんか俺美容系だし違うそういうんじゃなくて美容系のチャンネルだからそういうの気になる人ももしかしたらいるかもしれない。違いますけどねだから私はもうずっと言ってるんですよ。今から多分脱毛が4月3月ぐらいで終わって、そこからクマ取りとかダーマペンに入るじゃないですか、それが多分1年じゃないですか。終わる頃には終わるのが多分来年の3月ぐらい、1年ぐらいだと。だからその前に多分絶対に今年の年末にクリスマスキャンペーンやってるんですけど絶対言われますよ絶対言われますよ。また網にかかる。また網にまた釣られていきますから絶対に 20% そうお前そういうのよくないよ。なんでですか。おすすめだから。おすすめは分かりますけど、早いんですよ払うのがで保健所行かなきゃいけないそんなちょっと考えますねとかないんですか。ちょっと考えますねとか。で考えたらだって福袋だって言われたからクリスマスのキャンペーン福袋なんですけどって言われたら福袋じゃねえじゃねえかお前新春だろ福袋。だから買うんですねきっと。いやそうなんです。いいお客様ですね。やったらぜひ言ってください。言います。ちゃんともう、どのくらい動画で、今ダウンタイム中です
興味あるし。だってお前、これでどうする？俺、毛穴なくなって超、なんか、羨ましいと思ったら。どうするってなんすか？そうですかしかないっすよ。よかったですね。私やりたくなったら勝手にやってるんで大丈夫。どうですかって言われても、まあ、よかったですねの光。ツルツルになりましたねって言いますよ、それ。いや、そうなんですよ。だからね、ちょっと、こうご期待。ダウンタイム。ダウンタイム美容師。いいと思います。どうなりますかね。いや、すっげえ顔真っ赤。ダーマペンっていうのは、なんか、針を刺すらしいんですよ。無数の針を顔に刺して、で、その回復する力で綺麗になるらしいんですけど、4日ぐらいって言ってたっけ？結構なんか本当もう真っ赤っかですよ。もう真っ赤になるんですよ。血が出たりもするらしいんですけど、顔中。笑ってる、笑ってる。お姉さんが笑ってます。いや、真っ赤の人がじゃあこうんう施術してるってことですか？そう。やばいです。受けないんでも。で、ここ、サロンのお客さんは絶対笑ってくれるんですよ。で、もうすでにこの話何回かして、もう超ウケるって言われます。大体あ、もうだねーって。金谷さんさ。でもなんか言ってました。美容クリニックのお客さんがいるんですけど、男性は基本的に即決なんで、つって。女性みたいに持ち帰ったりとか、比較検討したりしないから、ちょろいって言われました。長さんちょろい。ちょろかもさんですよ。そう楽しみですね。そうですよね。今年どうなるか。顔が赤くなり始めたら、あ、やったんだなって思っていただければ。いや、言うよ。そんな、こっそりやんない。赤い状態で撮影してたら、今日すいません、ダウンタイム中でって言う。全然恥ずかしいことじゃないし。もうここまで晒したら恥ずかしいことないじゃん。女の子みたいに待ってるのも。終わり間際に追加されたのを。いやー、ほんといいお客様ですね。逃がすなって多分みんな言ってます。うるさい。じゃあ、これでしっかり時間をください。よし、ブログなんで15分。 15で流し流しでいいです。アンシャンの前にヘマチンと、ジャックエッジで、インフォーム入りのノットシャンプー、ラフェクト、コネクター、シットリンク、アルミのコアミです。じゃあ、時間置きます。お疲れ様でした。よいしょ、行きましょう。ノットのミスト。カットはいつ以来ですか？11月の頭に少しだけ。少しだけ。そう。でもね、このトップが伸びるまでは少しだけをずっとかなとは思います。あんまりなんかバスッと切って超中途半端な状態になりそうなんですよ。この上がバンと。で、まだね、レイヤーですよこれって言えるほどの長さじゃないんで、ちょっとね、やっぱ少し。いつも見ててレイヤーいいなと思って。ですよね。そうこれなのと思いながら。あと4センチぐらい欲しいですよね。でもとりあえず髪質は良くなったはずです。分け目ここら辺でいいですか？はい。なんで、とりあえず、ちょっと毛先を整えたらすぐ乾かしちゃいます。先の先は少し傷んでる。ここだけちょっと入れてもらうことって可能ですか？もちろんもちろん。ただそこ傷んで切れてレイヤーになってるんですよね。だからそれも考慮しつつちょっとやろうかなと思います。なんかこの短い分で、なんかそこだけ盛り上がっちゃいますよね。変な形になってるんで。そう、四角なりやすい。ただ今回癖少し取ったんですよ。だから盛り上がる理由ってダメージによって毛先っていうか根元もちょっと縮れて、でその縮れたって状態が要はタオルの状態ですね。こう繊維がこうなってる状態で、シルクが10枚重なってもピタだけどタオル10枚重なるとボーンってなるじゃないですか。そのイメージなんで、シルクまでできたかどうかはちょっとねあれなんですけど、そんな強く吸い付けられないから。ただある程度髪質が改善されてるから盛り上がんなくなってると思うのと、そこらはもう乾かすまで分かりません。なんとなく分かるんで大丈夫ですけど、ただちょっと一回毛先切って乾かしてどんぐらいになるかを見てからやりましょう。なんで毛先まず2センチ切ります。さあ行きましょう。じゃあカットですね。解説ってほどはないです。もう本当にメンテナンスカットって感じで、ちょっと見てもらうといい感じにもうストレートにはなってるんで、かなり収まりは良くなると思います。ちょっと下見てください。すいません、失礼します。なんで2センチブラントで切ります。よいしょ。ブラントで切って、あとは乾かしてからどんな感じでそのトップの短いのをごまかしていこうというか、なじましていこうかを決めましょう。顔周りにレイヤー希望ということなんで、前上がりでいきます。じゃあこの上を取って、はい、後ろはワンレングスですね。ダメージがあるときはワンレングスです。なんでかっていうと、毛先の位置をそんなにいろんなところに飛び出したくない。毛先が一番傷んで見えるから、傷んで見えるところを一箇所にしてあげるっていうのが大事ですね。ただ、今日結構綺麗になってそうな気がするけど、トップと顔周りが怖いんですよね。頼むぞ。よし、このままサイドいっちゃいます。はい。このままサイドいって、大まかにアウトライン切るだけなんで、素早く左右が揃うように。よし。頼む、成功しててくれ。なんでかっていうと、ここでの撮影最後なんですよ。
っていうのは、お引っ越しするんですね。どちらにですか？一丁目、まあ、銀座内です。銀座内の引っ越しをするんで、このね、独立して、初めての独立をして、まあ長年ちょっと愛着の空いた、長年って言っても2年経ってないですけど、愛着の湧いたここでのサロンワークもあと少しなんですね。そうなんです。そう、多分この動画出る頃にはお引っ越し5段で、3月の終わりにはちょっとお引っ越しさせてもらうから、なんで、ちょっと感慨深い、はい、ここでのラスト撮影、成功したい。なんですね。全然そんなことない。そんなことないけど。じゃあこうやって、まあワンレングスで全部切ったら、この内側を C シェイプですね。ロングは必ずやってください。この飛び出た角ってやつを少し落として、ここは前ですね。前にやると、もみあげから出てくるこの角。取ります。よし、あとはもう乾かしてドライカットですね。どんぐらい手が収まってるか、ダメージが収まってるかっていうのを見ます。はい、オイルもついてるんで乾かします。一安心。はい。触ってみてください。来ましたね。大丈夫。乾燥してなくなりました。はい。あとはここの毛先たちですね。でもまあブローだけ今アイロンしてないんですけど、まあとりあえずは四角くならないんだけど、今日もここのトップの毛先やってないんですよね。はい、ここの毛先たちがどうしてもやっぱりピンピン跳ねてくるんで、ここに関しては伸びて切ってを繰り返して、このストレートかけた部分が中間ぐらいまで来るとかなり良くなります。とりあえずは一安心なのと、多分一番はここら辺触ってもらうと、はい、別人になりました。とりあえずここまで来たんで、ちょっとこれでここに合わせてレイヤーちょっとやっていきましょう。はい、その前に全体のブランドを取ります。串取りがいいと思います。前髪の長さってちなみにどれぐらいですか？いつも目ギリギリぐらい。今ちょっと長いですね。はい。これぐらい。もうちょい。もうちょっと行ってもいいですか？ OK です。行きましょう。お任せします。はい。さあ、そしたらここ切ります。前髪があります。その前髪の脇をまず短くしてみますね。大まかに取って。こっち側は多分切れてるところが多いんで、ここに合わせてこんな感じで切ったら、ここにレイヤーが入るんで逆方向にやって角を取ります。そしたらあとはピッとつなげていく。ダメージで繊細になってる髪の毛はもうドライで切っちゃった方がいいです。だからこれに合わせてレイヤー、さあどうだ、これ切れますね。ちょっとでも周りに合わせていく。ここが揃うといいんで、よし。よし。わかりますかね。顔周りレイヤーちょっと入りました。ちょっとこれで今日メテオ2液で入ってるんで、カラーでやるメテオよりはグリオキシ酸濃度は薄くなるんですけど 20% だから、ただかなりの勢いで綺麗になるんで一回アイロンしましょう。よし、メテオは水分を飛ばすことによって完成しますっていうことで、この入れたレイヤーに沿っていきましょう。よし、パッと続けていきます。こんな感じで繊細にレイヤーを入れていく。あとはホームケアしたいです。前に合わせて、よし。でもって息を飲むレイヤーの入れ方です。この今日入れたところあたりに少しドライカット。そうすると短い毛との馴染みもさらに良くなるはずです。なんでこの STR でスライドカットをして馴染ませる。こうですね。こっち側の方がダメージが少ないので
量はしっかり残ってるから、ちょっと左右合わせるのと、表面はね、短い毛あるんで、その表面の下をちょっとすいて、こういうレイヤーっていうのをなじませてあげるといいかなと思います。よし。よし。なかなか難しかったですね。でも、バッチリだと思いますよ。よし。一回クロストップチェックします。おー。よいしょ。どうです？すごい。でも全然100点じゃないですよ。ただ、改善はされたかなと思います。で、もって、やっぱこの短いところに合わせたレイヤーですね。ここら辺っていうのがかなり馴染んだんですよ。ちなみに、ちょっとだけオイルつけますね。あんまりつけすぎるとあれなんですけど、ちょっとだけ。レンズオイル、もう2滴とか、ほんのちょっとを、こういう薄漬けで、もうめちゃめちゃ伸ばして、お嬢さんめっちゃ気になりますよね。成功です。ただ、あとはホームケアしたい。さあ。とりあえず、レイヤーの感じ。横のレイヤーをつなげるようにしたんですよ、トップに。なんで、こんな感じ。ちょっと表面わかんなくなったのがあります。まあでもちょっとストレートアイロンはしてるっていうのはあるんだけども、できる限り見えないようにして、これを例えば少し横にした時に、もう顔周りこのレイヤー入ってるのは簡単にわかるじゃないですか。で、一応隠し味として、横のレイヤーが、要はこの表面の毛と馴染むようにちょっとドライカットしたんで、結構いいんじゃないでしょうか。いや、かなり。あと、これはすっごい好みなの。これをきれいに入れてもらえないんです、いつも。これ、もっと入りますよ。もっとダメージが少なくなれば、今全然前上がりじゃないですもん、ここは。なんで、前上がりにするのはすっごい簡単なんですよ。これももっと入れられるんだけど、入れすぎると、要はこの左右の量感の差があるんですよね。左の方が傷んでるから、もうちょい量が増えてから、なんかいった方が、これですよね。これ。でもよくね、なんだろう、そんなに難しくないんだけどって言うとあれだけど、コメント欄でこのレイヤーにならないっていう人は結構聞く。そう。すっごいロングの方とかいろいろ見てて、もう共感しながら、わかるって娘にも、これなのママが言ってるのは。レイヤーね、なんか、レイヤーの人みたいな最近なってきてる。なんで、まあね、そんなにあれなんだけど、今みたいに。全部同じにしちゃうと結局動きがなくなっちゃうので。そう。だからさっきも言ったんですけど、ダメージをちょっとずつ抑えて、このレイヤーをより強くしていったらいいと思います。お顔の形的にここにボリュームがあった方がいいですね。そうですよね。そう。なんかペトーンってしちゃうので、すごい気になって。そう。だからビフォーと多分比べてもらうと全然違うと思うんですけども、かなりね、動きが出ました。ちなみにじゃあ一回これを。レイヤーが入りました。YouTube のテレビの YouTube が長門さんばっかでわーよかった。ちょっとホームケアしっかり頑張ってみて。ホームケア自体はもう完全にあれです。もう言います。順番、濡らします。アフターカラーフォームこうやってつけます。傷んでるとこにつけます。で、流さずにインフォームとシャンプーをこう手のひらで混ぜて洗います。洗ったら流します。流したらケラフェクトのコネクターというビシャっていう出てくる原液を傷んでるところにこうグッグッとニップッシュですね、全体を揉み込むと一気に硬くなるんでめっちゃガシガシになるんですよ。それで正解なんで、そしたらその上からもっとトリートメントバーッとつけて櫛で溶かす。それだけです。で、要はそこでコネクター、インフォーム、アフターカラーフォームがシャントリーに入るんで超強いのと、上がってあとはミストつけてもらえば、オイルとかはご自由で大丈夫です。はい。そんな感じですかね。覚えてくれました？ YouTube 見ます。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。レイヤースタイルに持ってこうの回ですね。なんで、ちょっと短くなってしまった、ダメージによって切れてしまったところっていうのの補修と、あとはできる限りきれいにする。根元が今回矯正したことによって、すごい先に行くに従ってだんだん摩擦のダメージっていうのが少なくなると思うんで、そこも狙って、開発中の矯正プラスメテオの2剤プラスメテオっていう形でやらせてもらいました。ちょっとダメージが強かったんで、カラーと同時施術っていうのはちょっとできなかったんですけど、できる限りね、今後ホームケアも続けてもらって、いい髪にしていってください。お疲れ様でした。ありがとうございました。以上です。お疲れ様でした。ああ、よかった。緊張した。いや、でも面白いです。一番はね、ここの上をやればよかったな。塗ってないところ。ここはね、アイロンなしだとやっぱピンって出てくるんですけど、やると怖いんです。チリチリになるから。こっち側はアイロンかけちゃっていいです。他にめっちゃ乾かしがあったけど、それはもう今も言われて、そう絶対濡れてる状態でやってた。濡れてる状態でやると。昔濡れてる状態でやってたんです。ダメです。ハングアウトで。焼いてたよ。めっちゃ音が。焼いてた。
言われてからやらないようにしてやるんですけど、何度ぐらいでやる？今度は150が本当はいいかも。家でやるときは。頑張ってください。頑張ります。じゃあありがとうございました。はい。お疲れ様です。おーしゃ、なかなか大変でした。お疲れ様でした。貴重な靴紐を結ぶ岩崎さん。これいります？じゃあ靴の大きさをちょっと隠した。ちゃんと入ってますし。え？ちゃんと入ってますし。何です安村？安心してください。はい、お願いします。初め何か分かんなかったですよ。安村って何ですか？何ですか？はい。じゃあ俺がクリニックでやめろやめろやめろ、お前これ編集で切れなくなんじゃねえかよやめろやめとけ大気なかった。うるさい大気な方だねやめろ、編集で消そうと思ってんのにダメ。ここラストです。どうです？終わり。終わり。新しいとこ楽しみです。じゃあまたね。お疲れ様です。